これより脅威警戒態勢ブラボーに入る。アースガロン出撃準備。光線開始。ウィルコ。力を貸してくれるんだな。よし。ヒーローや怪獣たちにもっと会える。ウルトラマンシリーズや円谷特撮作品に加え、オリジナル新作がウルトラ見放題。さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします。忘れられない伝説からここだけの新作まで、円谷イマジネーションウルトラサブスクで検索。ウルトラヒーローズエキスポ2023ニューイヤーフェスティバルのステージが DVD 化。カナタ、イチカ、ユーモンが登場。少年宇宙人ハルカを助けるため悪の陰謀に立ち向かう。諦めない心で遥か未来を切り開け。ウルトラヒーローズエキスポ2023ニューイヤーフェスティバルニュージェネレーションザライブウルトラマンデッカー編ステージ4、 9月8日発売。ウルトラマンデッカーの新たな物語が DVD 化。デッカーの前に突如現れたソフィア・トリガーの正体とは一体。みんなの光を受け止めてカナタとケンゴが悪の陰謀に立ち向かう。ニュージェネレーションザライブウルトラマンデッカー編ステージ3、希望の光に導かれ、7月5日発売。深川にニュージェネレーションウルトラマンが集結。ウルトラヒーローズエクスポニュージェネレーションワールド。フォトスポットや作中登場アイテムの展示で楽しめるぞ。期間中は毎日ウルトラヒーローが登場。夏休みは深川市民交流センターてってに行こう。怪獣被害が頻発するこの地球に巨大な宇宙怪獣まで現れ、体の一部が今見えました。防衛隊は避難が済んだ池袋の街を最終防衛線とし、ちょっと止めて。はい。
松、はい、素材ってこれだけなんだよな。そうっすね。散々ニュースやらワイドショーやでこすったいだからな。なんつうか変わり映えがしねえんだよな。視聴者投稿の方漁ってみます？そうだな。お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃん。お疲れ様です。悪いね、忙しいの。いえ、もうサブさんに呼ばれたら断れないです。特番ですか？そうなんだよ。特別報道。巨大生物の正体を追えって感じで、なんと3時間枠。3時間？すごいですね。でも今視聴者が一番知りたい情報ですもんね。そうなんだよね。でさ、玲子ちゃんってさ、いろいろ取材行ってるじゃん。はい。一緒にできないかなと思って。もちろんです。私にできることであれば。サンキュー。で、今ちょうど玲子ちゃんの V を見てたんだけどさ。ああ、池袋の。もう一回頭から出しますね。今また爆発がありました。怪獣被害が頻発するこの地球に巨大な宇宙怪獣まで現れ。まずはさ、この時の現場の状況がどうだったか教えてほしいんだよね。はい。そこでバザンカの破壊活動を何としても阻止する模様です。バザンガだっけ？宇宙怪獣なんだろ？防衛隊の発表ではそうなってますね。映像で見ましたけど、なんか腕からブワーって発射してましたよね。ありゃすごかったな。現場は騒然ですよ。爆発音とかで会話もできなかったくらい。なるほど。防衛隊の戦闘機も手も足も出ないって感じでしたね。宇宙怪獣っていうくらいだもんな。で、そこに突如現れたのが謎の巨人ウルトラマンブレイザー。あの中継見た時は震えたよ。本当に突然現れたんだもんな。私たち現場も唖然とするばかりで、もう目の前で起こってることが信じられなかったですね。なんていうか動きもアグレッシブっすよね。あ、それ俺も思った。野生味があるというか、なんというかさ。つうか、なんであの巨人はバザンガと戦ってたんですかね。さあなあ、取って食おうとしたわけでもないだろうし、現場で見てた感じはどうだった？いや、そこまではちょっと。ただ感覚的になんですけど、私たちを守ろうとしてくれたような、そう感じました。それは貴重な意見だな。そう思うとなんか正義の味方みたいでかっこいいっすね。そういえば手からこう光線みたいなの出してました。バザンガもそうだけどさ、生き物のくせに飛び道具出すってのもすごいよな。確かに理解できないっすよね。最後なんて光の槍みたいなのぶん投げてましたからね。それでバザンガは木っ端みじんと。やっぱ現場にいた人間の体験談はいいね。いやいや、そうは言いますけど、こっちは死ぬかと思ったんですよ。間近で巨大生物同士の戦いが始まっちゃうんだから。報道とは時として命をかけなければならないものなんだよ。人事だと思ってますよね、サブさん。っていうか、あの巨人って何なんすかね。50メートルくらいあるんでしょ。わからない。ウルトラマンブレイザーって名前も防衛隊がそう呼称しただけだし。あれだろ、ウルトラマンって昔から宇宙飛行士の間ではさ、その存在が噂されてたんだろ。よく知ってますね。前に都市伝説番組でワンコーナー作ったんだよ。その時にね。じゃあ
ブレイザーってのは？なんで俺にそんなこと聞くんだよお前。レゴちゃんなんか知らないの？いや公式には発表されてないですね。ああ、謎のままってわけか。で次に出た怪獣って何だったっけ？ゲードスだっけか。ああ、海の方に出た怪獣ですよね。あ、そう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 。いやでもあの時うちのクルー間に合わなかったですよ。遠方だったから。あ、そうなの？あ、それなら地方局が撮ったやつありますよ。あ、じゃあ軽く流してみ。ちょっと待っててくださいね。出します。こいつがゲードスか。かなり魚感ありますね。うわー、工場襲われちゃってますよ。すげえ。図書館で調べたんですけど、この怪獣江戸時代にも出てたらしいです。そんな昔から伝統ある怪獣なんだな。いや違うでしょ。お、ウルトラマン出てきましたよ。でやっぱり怪獣と戦うと、こうなってくるとさっき松が言ってた正義の味方説もあながち間違ってないんじゃないかなって気がしてくるな。うわ、なんか入った。こいつも飛び道具か。怪獣ってみんなそうなんですかね。うわ、キモい。これ電気流してんの？すげえな。これが玲子ちゃんが言ってた光の槍か。あ、逃げられちゃいましたけど。ちょっと何する気？って釣りかい。ウルトラマンも釣りするのね。ヒットー。見事な一本釣り。こりゃ絵になるな。うわ、串焼きみたい。あ、なんか焼き魚食いたくなってきたな。のんきなこと言ってる場合じゃないですよ。この後被災地取材で現地入りしたんですけど、かまぼこ工場とか壊滅状態で悲惨でしたよ。そういった市民の声もしっかりと届けないとね、派手な絵だけじゃなくて怪獣やウルトラマンの足元にもカメラ向けないとな。そうっすね。あ、だったらあの人がいいんじゃないかな。何？心当たりあり？ほらタガヌラっていうでっかい虫みたいな怪獣出たことあったじゃないですか。ああ、茨城のなんとかっていう新エネルギーの研究所。そうですそうです。ティーテリウム、まさにその研究所の物理学者さんなんですけど、そうそう、大川さん取材したんですけど、めちゃくちゃよく喋る人でしたよ。その事件ってあれっすよね。確かアースガロンっていう防衛隊の虎の子が初めて出撃したっていう。なんだよ松、お前よく知ってるじゃねえか。いや結構好きなんですよ、ああいうの。ミリタリーオタクってやつか。いやまさにそのアースガロンの出撃現場に大川さんが居合わせたらしくて。大川さんに聞いた話だと、タガヌラーはティーテリウムを食べに来たらしいです。うまいんですかねそれ。怪獣の食生活はわけわからんな。そこに例のアースガロンが現れたと。いいなあ、俺も見たかったっす。でそのままアースガロンとタガヌラーの戦いが始まった。その大川さんって人も生きた心地しなかっただろうな。いやー、それが結構楽しそうに話してましたよ。まっちゃんと同じでああいうの好きな人みたいで。いいなあ。特にアースガロンが口から光線を発射した時は興奮したって言ってましたね。いいなあ。
さっきからうるせえぞ松。でもその後割とすぐに負けちゃったみたいなんです。初出撃っすからね。まだ連度が足りてなかったんすね。お前はどの立場で物言ってんだよ。そしたら今度はウルトラマンブレイザーも現れて、へえ、またなんですけどブレイザーもやっぱり苦戦してたらしくて、そしたらアースガロンがミサイルでブレイザーのことを援護したんですって。ブレイザーをってことは防衛隊はブレイザーのことを味方と認識してるってことなのか。いやさあ、それはどうなんでしょうね。この場合はタガヌラーの方が脅威だったってだけかもしんないですしね。そうそう、大川さん曰くティーテリウムを摂取しすぎていつ爆発してもおかしくなかったらしいですから。うわ、怖っ。で結局どうなったのよ。なんか体内に溜めてたエネルギーを空に打ち上げちゃったらしいです。ウルトラマンも命拾いしたってことか。ウルトラマンブレイザーデータキューブラリー。見逃し配信を見てキューブを貯めるとオリジナル壁紙をゲット。今月のキューブゲットはエンディング後に案内されるぞ。君もコンプリート目指そう。ブレイザーストーンをブレイザーブレスにセット。光のアニメーションで変身だ。行くぞブレイザー。デラックスブレイザーブレス。ストーンを変えるとアニメーションが変わる。集結地点で会おう。こうか。むしろ呼び寄せてない？一足お先にスカート入りしました。なんで？しっかりしてよ、あの参謀長。アースガロンだ。ウルトラマンブレイザーブルーレイボックウルトラマンレゴラスブルーレイ&DVD 発売決定。忘れない、この過去だけは絶対に。シリーズも見逃すな。 SH フィギュアーツが行く。これが完成品アクションフィギュアの造形と彩色の力。 SH フィギュアーツウルトラマンブレイザー。まあ大川さんから取材した内容はこんなところですかね。なるほどね。あ、取材といえばさ、ほらあそこ行けないかな。ちょっと前に社長が逮捕された。ああ、ノバイオサイエンス。いやー、多分難しいと思いますよ。結構ガード硬いって話ですし。あー、なんか防衛隊が報道規制してるんじゃないかって噂っすよね。なんだよそれ、結構でかい事件だったよね。ですね。あの怪獣が出た時私現地で取材してましたよ。マジで。は V もあるっすね。お、じゃあちょっと出してみよう。うっす。うわ、気持ち悪い。何こいつ。い。レビーラっていうらしいです。クリオネみたいで可愛くないですか？嘘でしょ。ノバイオサイエンスの薬品かなんかで撃退されたんだよな。FK1 っていう新型の殺菌剤って話でしたけどね。アースガロンも FK1 のアンプル弾を使ったんだ。かっけー。お前本当にアースガロン周りの話になると生き生きすんな。私も取材してた時はノバイオサイエンスのおかげって思ってたんですけどね。お、ブレイザーもうおなじみって感じだよな。この時レビーラはノバイオ本社から現れたんです。あれだろ、結局社長の自作自演だったって。そうなんです。 FK1 を防衛隊に売り込むためだったみたいですね。それで逮捕か。人間欲に目がくらむとろくなもんじゃないね。
後ろだよ。何やってんだよもう。サブさん、これ生じゃないんで。ああ、ビルぶっ壊しちゃったよ。保険とか降りるんですかね。降りるんじゃない？おいおい、アースガロンがなんか始めたぞ。液体窒素かなんかのタンクを投げつけてレビーラの動きを封じたらしいんです。あったまいい。またウルトラマンとアースガロンが協力して怪獣を撃退したってことか。映えますねこの並び。しかしこうやって見返すと結構頻繁に出てますよね、怪獣。ちょっと多いよね。だからこその特番だろ。でも他の曲でも散々やってますよ、それ系の番組。確かにそっちも多いわ。いや、それはわかるんだよ。だから独自性を出さないと数字取れないんでしょうが。そうは言ってもね。なんかさ、ない？こう妙案とかさ。ダメだ。全く思いつかん。一旦休憩入れますか。賛成。コーヒーぐらいおごらせて。ありがとうございます。夏はウル様。大迫力の展示やステージショーでウルトラヒーローの世界へ飛び込もう。ウルトラマンブレイザーはもちろん、さまざまなウルトラヒーローがステージに毎日登場。俺たちスカードのメンバーもステージに登場。池袋サンシャインシティで待ってるぞ。空想の力をテーマにウルトラマンシリーズなど円谷プロによる創造性豊かなクリエーションの数々を体感できる展覧会、円谷エキシビション2023。前売りチケット発売中。今地球に迫り来る恐怖、オモラ、エレキング、バルタン星人、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズ。出撃せよアースガロン。よし、攻撃開始。ターゲットロックオン。発射用意。さあ地球を守れデラックスアースガロン。俺が行く。あのウルトラマンブレイザーよりも先に怪獣を倒してみせろ。アースガロン出撃準備。ウルトラマンブレイザー、毎週土曜朝9時放送中。この際防衛隊に取材申し込んじゃいますよ。それいいんじゃない？ですよね。日々怪獣から平和を守る地球防衛隊、その実態はみたいな切り口で。いいよいいよ。ねえ、いやそれどうすかね。ダメ。ダメってわけじゃないんですけど、ミリオタ仲間から聞いた話なんですけどね。ほらついこの間東北の方で騒ぎがあったじゃないですか。なんかの演習場の下に怪獣眠ってたみたいな。防衛隊の新型レールガンですね。そのレールガンメガショットっていうらしいんですけど、最新式の追尾システムが組まれてて、かなりの精度の自動照準が可能らしいんすよ。お前どこでそういう情報仕入れてくるわけ？ミリオタのネットワーク舐めてもらっちゃ困るっすよ。でそのメガショットの演習中に下から怪獣が出てきちゃったって話なんすよ。私もちょっと調べたんですけど、東北の方の言い伝えに出てくる守り神でドルゴって名前なんですって。おお、さすが玲子ちゃん、情報通だね。
私の取材力なめてもらっちゃ困りますよ。いや2人にどやられても。確かこの時もブレイザーがやってきたって。どこにでも来るなブレイザー。でもメガショットが生きてたとしたらブレイザーも苦戦したと思いますよ。なんせ最新式の追尾システムっすからね。なんでお前が誇らしげなんだよ。で結局どうなったんだよ。いや詳しいことはわからないんですけど。眠ってけないなんやかんやドルゴは沈静化したとかなんとか。なんだよふわっとしてんな。だって全然情報降りてこないんですもん。まあそのレールガン騒ぎのことは分かったんだけどさ、それと防衛隊の取材と何の関係があるの？事件直後で防衛隊もピリついてるらしくて広報に問い合わせても調査中の一点張り。記者連中も門前払いだったらしいですよ。だからこっちに全然情報が降りてこないんだ。それじゃ単独取材なんて絶対ダメだよね。まあ無理を通して目をつけられても今後やりづらくなるし仕方ないね。仕方ないか。サブさんどうかしたんすか？戻る前にさちょっと寄り道していい？はい。こんな場所あったんですね。初めて来ました。いい景色っすね。この町にはさ当たり前だけど大勢の人たちが住んでてそれぞれに暮らしがある。なんです急に。俺はねうまくいかないことがあるとこの場所に来るんだよ。ここにいる人たちに真実を伝えるのが俺の仕事だろ。だからこの業界を選んだんだろってね。サブさん初心っていうのかな、そういうのを忘れたくなくてさ。確かにそうですね。まあそんなこと言っても視聴率とか気にしちゃってるから俺もまだまだなんだけどね。そんなことないですよ。今のかっこよかったですよサブさん。渋かったっす。だろ。だからさ防衛隊の取材一丁やってみようよ玲子ちゃん。そうですね。当たって砕けろですよね。俺たちでさ最高の特番やろうよ。はいやったりましょう。よし。もしもし。ああ局長。はい。いや次の特番ね最高の番組にしてみせますよ。えスポンサーの意向で急遽アニメに変更？いやもしもしちょっと嘘でしょ。もし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 。そんな。そうだ私別件で取材入ってたんだった。じゃあまあそういう感じで失礼します。ちょっと玲子さんちょっと待って。ドンマイスサブさん。待つ。サブさん。空を覆う不気味な光、河南星人の企みが実を結ぶ時、自我に目覚めた機械たちが一斉に狂い出す。次回ウルトラマンブレイザー侵略のオーロラ。坂東康信を誘う言葉は天使の福音か、それとも悪魔のささやきか。今一つになってつまと未来さ、暗闇切り裂いて遥かな場所へ限界な。ウルトラマンブレイザーデータキューブラリー。
円谷イマジネーションがお送りするマンスリーデータキューブラリー。全7種のうち4種集めるとウルトラマンブレイザーオリジナル壁紙をプレゼント。今月のデータキューブはこれだ。概要欄からもゲットできるぞ。